本日のお話のテーマはですね、持続的な経済成長に、どう農業が関わるのかということについてお話をさせていただきます。で、まずですね、簡単に自己紹介をしますと、私の専門は農業経済学ということなんですけれども、ただですね、一口に農業経済といっても、いろんなやり方があるわけです。で、実態調査を主な方法とする研究者から、計量経済学をやる人まで、幅広くいるわけです。そうした中で、私はですね、農村の、実態調査を中心に研究をやってまいりました。今までどういうところで調査をやってきたのかというと、日本の各地とか、あるいはそのベトナムのメコン川デルタ、西アフリカのマリ国というところのニジェール川内陸デルタ地方、そして、フランスといったところで調査をやってきました。調査のやり方はですね、農業経済一流の一定区域の農家をですね、端から端まで調査して歩くという方法です。これをですね、集落調査、ここに書いてますが、集落調査と呼ぶこともあります。で、本日のお話ではですね、まず、メコン川デルタとニジェール川内陸デルタの比較を行います。あまりですね、アジアとアフリカの途上国の両方で集落調査を行ったという例は少ないのではないかというふうに思いますので、私のお話の特徴は、もしかしたらですね、こういった点にあるのではないかというふうに、思っています。ところでですね、その農業発展が経済成長に対して、どういうふうに貢献するのかということについて、今までの研究は一体どういうことを言ってきたのかということを見てみたいというふうに思います。例えばですね、ここでは、ジョンストンさんという方の議論を紹介したいというふうに思います。で、そのジョンストンさんは4つの要因を指摘していました。つまり、ここに書いてますが、農村購買品市場を通じた寄与。2つ目が、資金提供を通じた寄与。3つ目が、労働力の提供を通じた寄与。そして4つ目が土地の提供を通じた寄与ということです。農村購買品市場を通じた寄与というのは、農業が成長すると、農家の所得が高くなっていって、農家が、いっぱい工業製品を買うことができるようになる。そうすると、工業製品の販売市場が、大きくなって、え工業が発展しやすくなるということです。2番目のですね、資金提供を通じた寄与というのは、農業が成長すると、農家にお金の余裕が出てくるようになる。そうすると、農家が持っているお金がですね、銀行を通して、あるいは、税金という形で、町に流れていって、工業化のための資金になるということです。で、3番目の労働力の提供を通じた寄与というのは、農業が発展して、労働生産性が高くなってくると、農家に労働力の余裕が出てくる。そうすると、農家で余っている労働力が
都会に流れていって、都会で工業の発展をもたらすということです。で、最後に4つ目ですが、土地の提供を通じた寄与というのは、これはですね、あの、やはり農業生産性が高くなってくると、農業が工業に対して土地を提供することができるようになってくるということです。まあ、あの、ジョンストンさんが指摘したのは、今言った4つなんですけれども、ここにですね、フェイ・ラニスだとか、ルイースという人の名前を出していますが、この人たちが作った、開発経済学という分野の二部門経済論というのがあります。その二部門経済論が強調するのはですね、今言った4つの要因のうちの3番目のですね、要因ですね。つまり、二部門経済論は、農業から工業への労働力供給に注目しながらですね、経済発展の問題を考えているわけです。そして私のこれからのお話も、二部門経済論とは、視点はかなり違うんですけれども、農業から工業への労働力供給というところに注目しながらお話をしてきた。で、この表ではですね、そのアジアの新興国、途上国の経済成長と、アフリカの経済成長と比べています。この表を見るとですね、1990年代以降、アジアの新興国、途上国の経済成長率は、常にですね、アフリカの経済成長率を上回っているということが分かります。これはですね、一体、どうしてこういうことになっているのだろうかというのがですね、私の今日の話のテーマになります。ところでですね、その経済を発展させるためには、投資のためのお金、資本が必要になってきます。ところが、発展途上国ではですね、一般的に国内にはなかなかお金がなくて、資金不足なことが多くて、なかなかですね、投資に回るお金、資本が形成されません。ですから、途上国で経済成長が行われるためには、この資金不足をどうやって解決するのかということがですね、非常に重要な問題になってくるんですけれども、一般的にはですね、その外国からやってくる投資、外国から進出してくる企業が、重要な意味を持っているわけです。そこで、この表ではですね、その外国からやってくるお金の状況を見てるわけです。ここに外国直接投資というふうにこう書いてありますけれども、この外国直接投資というのはですね、英語で言うと、フォーレンダイレクトインベストメントで、外国の企業がですね、事業活動を行うために、国内にやってきて、国内で投資するということです。で、この表から、そのその外国直接投資の金額が、えーまあ、
この3行目に書いてあるアジアの途上国ではですね、その上のアフリカよりもですね、急速に伸びているということが分かります。アフリカではですね、その外国直接投資は、1980年から2017年までの、約40年間で21.1倍、約20倍になりましたけれども、このアジアの途上国では、その同じ期間にですね、外国直接投資は、この一番右側の列なんですけれども、34.2倍ですから、約35倍になったわけです。アフリカの約20倍に対して、アジアの途上国はですね、約35倍ということなわけですね。ですから、アジアの途上国はですね、先ほど資金不足が、経済成長のネックになりうるということを申し上げましたけれども、アジアの途上国は多くの外国の企業を引きつけることによって、急速な経済成長を成し遂げてきたわけであります。そこで、一体これどうしてこういうことが起こっているのかということが問題になるわけです。どうしてですね、アジアの途上国はアフリカと比べて多くの外国の資本を引きつけることができているのか。こういうことがですね、次の問題になるわけです。で、この問題を考えるためにはですね、ここでは、賃金に注目したいというふうに思います。従来の研究の中ではですね、その国の賃金の水準が、外国企業による投資を誘発する上でですね、非常に重視されてきた要因であるというふうに言われてきました。つまり、外国企業は、その賃金が低い国を好んで投資を行うというのです。逆に、賃金が高い国は、どちらかというと、敬遠する傾向があるということです。そこで、その賃金の国際比較、賃金水準の、国際比較というものを行う必要があるわけです。ところで、従来ですね、その賃金の国際比較ではですね、ちょっと信じにくいことかもしれないんですけれども、実はそのアジアよりもアフリカの方がですね、賃金が高いということが言われてきました。皆さんにここにお示ししているのは、日本のですね、平野勝美さんという方が書いた本の文章なんですけれども、この文章の中でですね、平野さんは、例えばですね、そのアフリカのケニアは、アジアのタイよりも賃金が高い。アフリカのウガンダやガーナは、アジアのインドネシアよりも賃金は高いと言っています。がしかし、この1人当たり GDP を比べてみると、今言ったアフリカの国々はですね、その比べられているアジアの国々よりも GDP は低いというふうに言っています。つまり、平野さんはですね、アフリカの国々は経済発展の度合いは低いのに、賃金は高いと言っているんです。で、これは平野さんのおっしゃったことなんですけれども、
実はですね、私も、ベトナムとマリで調査した経験を通じてですね、実は同じようなことを実感として持っています。つまり、西アフリカのマリはですね、ベトナムよりも経済の発展度は低いのに、賃金は逆に高いように思います。で、そして、平野さんはですね、アジアでは、こういう低賃金を武器にしながら、多くの外国企業を引きつけて、経済を発展させることができたんだと言っています。で、さらに、平野さんは、このアフリカとアジアとの間の賃金格差をもたらしているものは一体何なのかという点にも考察を進めておりまして、それはですね、農業生産性の格差なんだというふうに言っています。つまり、アジアではですね、緑の革命が行われた。その結果として、農業の生産性が非常に高い。ところが、アフリカではですね、実はこの緑の革命、まだ行いません。ですから、農業の生産性は低い。で、農業の生産性が低いので、農産物を作るのにですね、非常に労働力も必要になるし、その結果として、価格が高くなっている。で、農産物の価格が高いと、食料価格もですね、高いわけです。それはそうですね。農産物というのは食料ですから、農産物価格が高くなると食料価格も高くなってくる。そして、食料価格が高いとですね、これはやっぱり人々は生活していかなくてはいけませんから、その賃金としてですね、食料価格を賄える分をもらわなければですね、働くことができないわけです。したがって、食料価格が高いとですね、賃金も高くなるわけです。今はアフリカの状況ですけれども、アジアはですね、アフリカと反対であるわけです。アジアでは、緑の革命が行われた結果として、農業生産性が高い。そうすると、労働等少ない資源でですね、農産物を生産することができるようになるので、農産物の価格は、相対的に安くなってくるわけです。そして、農産物の価格が安いと、食料価格もですね、当然安い。そして、食料価格が安いとですね、人々は、安い生活費でもって、低い生活費でもって生活していくことができるわけですから、賃金は、労賃は低くてもいいということになるわけです。まあ、以上がですね、平野さんのご説明なんですけれども、こういう議論に対してですね、私、特に、反対意見というようなものはないんですけれども、ここからはですね、そのアジアとアフリカの賃金の違いの問題を、やはり私も扱うんですが、その平野さんとは、別の視点からこの問題について考えたいというふうに思います。で、その際のキーワードなんですけれども、それはここに書いてあります脳みそ分解、
過剰人口圧力、土地制度といったことです。ちょっとですね、あまり耳慣れない言葉が並んでいるかなという感じがしますけれども、これからですね、この3つの言葉についてですね、説明したいというふうに思います。はい。まず脳みそ分解ということなんですが、これはですね、えーその脳みそ分解が起こる前は、経済的に平等で、糖質的であった農民の世界の中にですね、物の売り買いが入り込んでくると、勝ち組と負け組が出てきて、農民がそのばらけてですね、もはや糖質ではなくなってしまうということです。これをですね、農民が分解するというふうに言っています。農民が糖質的ではなくなって分解するとですね、中には土地を集めて大規模経営になる農民もいるかもしれません。が、しかし、それは少数で、多くの農民たちはですね、土地を失うことに、で、土地を失ってしまった農民は、これはもはや、土地がないわけですので、労働者であります。ですから、農民層分解の過程というのはですね、実は、農民から労働者が、形成される過程でもあるわけです。ですから、仮にですね、今言った農民層分解の過程と時を同じくして、同時並行的に工業化が進んで、したがって、その工業で、雇用が増加して、工業に労働者が吸収されるということが起こるとですね、状況はある意味、その予定調和的に進んでいると考えてもいいのかもしれません。その農業から出ていったその労働者がですね、工業に吸収されるわけですから、これは工業化が同時に進んでいるということでもありますので、状況はその意味では予定調和的に進んでいると、考えてもいいのかもしれません。が、しかし、仮に何らかの事情があって、労働者の吸収が、工業で順調に進まないというようなことがあるならばですね、労働市場には、その失業者といいますか、職にあぶれた人たちが存在することになります。こういう状況を労働市場に、過剰人口が存在するというふうに表現します。労働力を押し出す力といいますか、労働力を供給する圧力は、非常に強いのに、工業等で、雇用先があまりなくてですね、その供給圧が強いのに、需要があまりないという状況になりますから、労働市場で賃金が押し下げられて、低賃金が存在するということになります。先ほど私は何らかの事情があって、労働者の吸収が順調に進まないというふうに申し上げましたが、
ここで、労働者の吸収があまり進まない原因として考えなくてはいけないのはですね、これは先ほどの話にまた戻るんですけれども、やはりその途上国、発展途上国なので、一つはですね、国内の資金、資本、投下するためのお金が不足しているということに伴う企業活動の停滞であります。で、他方で、先ほど私は外国から企業がやってくるということが経済発展にとって重要だということを申し上げましたが、そうやってですね、外国からやってくる企業もですね、まあ、実はですね、進んだその技術、大抵の場合、人をあまり使わなくてもいいような技術、機械化、あるいはロボットというようなものを伴うような、省力化技術とともに、やってくる場合が多いので、外国から企業がやってきてもですね、思ったほど雇用吸収力がないということになるわけです。まあ、今言ったような2つの事情からですね、農民層分解の結果、作り出された労働者がですね、すんなりと、企業に吸収されていかないで、過剰人口としてですね、失業者として、労働市場にとどまるということになるわけです。企業にすんなりと吸収されない、雇われないで、労働市場に滞留するということになるわけです。で、話がですね、ちょっと抽象的になってきましたので、まあ、今述べたこと、抽象的に述べたことをですね、次に、私が調査して歩いた、先ほど言いましたけど、メコン川デルタと、ニジェール川内陸デルタについて、比較しながらですね、紹介したいというふうに思います。メコン川デルタについて、まずイメージしてもらうためにですね、地図といくつかの写真紹介するというところから始めたい。で、メコン川デルタの農業なんですけれども、お米作りが中心になっています。年に、3回もですね、収穫することができます。で、ここに示してあるシーンは、そうではなくて、酪農家さんのですね、牛舎を取ったものなんですけれども、酪農はですね、非常に暑いところ、すいません、あまり向いていないようなんですけれども、やっぱりその牛のですね、暑さに対策のための品種改良が進んだということもありますし、あとですね、牛舎も、暑さ対策を施した、牛舎になってきているというようなこともあって、こうやってかなり風通しのいいですね、牛舎になっているということが、皆さんお分かりかと思うんですけれども、そういう技術的な進歩があってですね、ホーチミン市の中にある、クチ県というところではですね、酪農が盛んに行われています。この写真はですね、数年前に、その口県の調査を行った時の写真ですね。で、牛は暑さに弱いということを私が今申し上げましたけれども、逆にですね、メリットも暑いことに伴うメリットもあって、それはですね、牧草をですね、温帯の酪農であるならば、これは冬のための餌をですね、夏のうちに収穫して、保存しておかなければならないと
いう大変手間のかかる作業があるんですけれども、こういう熱帯ではですね、一年中牧草を取ることができますので、冬用の牧草をですね、夏の間に収穫して保管しなくてはいけないというですね、大変手間のかかる作業が、不要になっているわけです。はい。それは熱帯酪農の非常にメリットと言えるわけですね。これはですね、農村にあるヤシの実を原料にして、キャラメルを作っている工場です。外国からやってくる企業が経済の経済発展の立役者だというようなことを先ほど言いましたけれども、こうやってですね、農村に行くと、地場資本によるですね、非常に規模の小さい工場なんですけれども、生産活動が行われているのに、出くわす場合があります。これはキャラメルを包装している工程なんですけれども、ちょっと動画でないんで、様子が分かりにくくて申し訳ないんですが、ここにいらっしゃる若い方たちがですね、ものすごいスピードで、手でキャラメルを紙に包んでいました。はい。で、写真はこれぐらいにしまして、で、この表はですね、農業センサスというのは、定期的に行われる、すべてのですね、国内にあるすべての農家を対象にした、調査なんですけれども、そのセンサスのデータから作ったものです。で、国内にあるすべての農家を対象にする調査なんですけれども、この表に示してあるのは、メコン川デルタのですね、えー面積別の、農地面積別の農家戸数を、2006年と2011年と2016年について、示しています。で、まずですね、そのメコン川デルタの、2006年から2011年、一番上の行と次の行の、2006年から2011年までの5年間についてですね、農地規模別の農家数の動きを見るとですね、ちょっとこの表では分かりにくいんですが、中間的な面積の農家の戸数が減っています。中間的な面積というのは、ここではその0.5ヘクタールから5ヘクタールというふうにしています。その0.5から5ヘクタールの農家さんが減っているということなんですね。で、じゃあ反対に増加しているのはどこなのかというと、それはですね、0.5ヘクタール未満の小さな面積の農家さんと、それからここに土地なし層と書いてますが、土地を持たない、農家です。土地を持たない農家というのは一体何なのかというふうに思われるかもしれませんが、それはですね、自分では土地を持っていないんだけれども、他の農家さんに雇われることによって、農業に従事している農家さんです。そういう、土地なし層とかですね、0.5ヘクタール未満の零細な規模の農家さんの数は増えています。そして、今度はその目をですね、規模の大きい農家さんの方に転じてみると、5ヘクタール以上の農地を持っている大きな規模の農家はですね、これはもともとですね、全体に占める比率は低いんですけれども、比率はこの右側の方に、示してありますが、5ヘクタール以上はですね、1%ですから、非常にその比率、全体の中に占める比率は低いんですけれども、しかし、戸数を見てみると、2006年から2011年にかけてですね、5ヘクタールから10ヘクタールは、え
22,500から22,600、若干増えている。で、10ヘクタール以上になると、しかし、2,700個から3,400個ということで、結構な率で増えているというふうに言っていいと思います。ですから、全体に占める比率は非常に少ないんですけれども、2006年から2011年の間にですね、若干増えていっているというのが大規模な農家さんです。で、その2006年から2011年の動きをまとめるとですね、増えているのは大規模層と、それから零細規模土地なし層です。反対に減っているのはですね、0.5ヘクタールから5ヘクタールまでのですね、中間的な面積の農家です。中間的な面積の農家は減少しているわけです。で、これをですね、両極分解傾向と、いうわけです。2つの両方の極端な大きい方と小さい方の両方の極端な極が、増えていってる。で、中間的な規模が減っていってる。で、これはだから、中間的な規模の農家さんが、その大きい方と小さい方に向かってですね、分解していっているというふうに捉えられるわけです。両極に向かって、中間的な規模の方が分解していっている。だから両極分解傾向というふうに言っているわけです。で、今申し上げたのは、2006年から2011年までの動きだったんですが、もっと最近のですね、2011年から2016年の動きを見てみると、ここでもですね、同じような、両極分解の動きが見られます。ただですね、最近は、その中間規模の農家だけではなくてですね、零細規模の農家さんと土地なし層も減ってってます。この土地なし層で見てみると、28万ぐらいあったのがですね、2011年時点で28万ぐらいあったのが14万個に減ってってるわけですから、土地なし層を今ピックアップしてみましたけども、減ってっていることが分かります。ですから2006年から2011年と2001年から2016年はちょっと違うわけですね。中間的な規模が減るというのは、2006年と2011年、2006年から2011年と2011年から2016年に共通してるんですけれども、零細規模の農家もですね、2011年から2016年にかけては、減ってる。それに対して2006年から2011年は、零細規模の農家と土地なし層は増えてたわけです。それがちょっと違います。これはですね、おそらく、零細規模の農家さんの減少、土地なし層の減少は、おそらく、こういった人たちがですね、近年は農村にとどまっていないで、東海に流出していっているということで説明できるのではないかというふうに思います。で、ちょっと先ほど表で見たことをですね、図に示したのが、これなんですけれども、青色が2006年、2011年がオレンジ、で2016年がグレーということになってますが、中間規模ですね、0.5から5ヘクタールは、2006年から2016年まで一貫して減っていってるわけです。それに対して、0.5ヘクタール未満、これ土地なしも含んだ、その数値をここに示してありますけれども、2006年から2011年にかけては増えたんだけれども、2011年から2016年にかけては、減っていっているということですね。これはおそらく都会へと流出するようになっていったんではないかということでした。そして5ヘクタール以上そうなんですけど、これは棒グラフにしてしまうと、ちょっともう数が少なすぎてですね、
増えているということは、ちょっと実感しにくいんですけれども、先ほど表では、増えているというお話をしました。その2011年から2016年にかけてもですね、どうでしょうか、10ヘクタール以上はですね、3400から5600、5ヘクタール以上から10ヘクタールは22600から27400ということで、増えていってるわけです。数字で見ると、表で見ると増えていましたが、この図で見るとですね、なかなかちょっと数が少なすぎて実感できないというところなんですね。しかし、増えているということは先ほど表で確認しました。はい。で、こういうですね、脳みそ分解の動きが、一体ですね、どういうメカニズムで起こっているのかということなんですが、この点について調べるためにですね、えー私たちは農家の経営調査を行っています。で、ここではですね、その結論を、要約的にですね、紹介させていただきたいというふうに思います。今見たようなですね、農民層分解の動きが出てくるのは、一つはですね、農家によって農業の所得が違うからなんですね。一方にはですね、経営のやり方が、あまりよろしくなくてですね、農業所得の低い農家さんがいらっしゃいます。そういう方たちは、困窮するようなことがあって、農地の売り手、出し手になってしまうわけですね。生活費の不足分を農地を売るということによって、なんとか賄うということがあるわけです。であるいは、経営のやり方云々という問題よりも、ま大変お気の毒なお話なんですけれども、家族の中にその病気だとかですね、怪我の方がいらっしゃいますと、これはですね、いっぺんにお金が必要になってしまいます。そのためですね、その、他に一時的に必要になったお金を賄う手段もないものですから、土地を売らざるを得ないという状況になる方もいらっしゃいました。以上がですね、土地を手放す方のお話なんですけれども、ところがですね、その反対側には、大変上手な経営を行って、高い所得を上げる農家さんもですね、いらっしゃるわけです。そういう農家さんは、自分が上げた所得の一部をですね、今、先ほど述べたような方たちが放出する農地の購入に当ててもですね、なお利益を上げることができるという状況になっているわけです。はい。で、今申し上げたようなことは、1996年から1997年頃、ちょっと古い時期の調査を通じて分かったことなんですけれども、この丸3に書いてあることは新しい動きですね。その以降の2000年代以降の動きなんですが、ここでですね、特に紹介したいことはですね、近年は、農地の買い手として、不動産業者が登場してきているということです。先ほど紹介した1990年代の話はですね、農家同士の農地の売り買いの話であったんですけれども、最近はですね、不動産業者が積極的に農地を購入するようになってきているということなんです。どうしてですね、不動産業者が農地を買うのかというとですね、これはですね、経済発展とともに、農地の値段、農地の価格がですね、非常に速いスピードで上昇してきているからなんです。で、農地の価格が上がっ
ているのでですね、その農地を材料にした、ここに赤字で書いてありますが、登記が行われるようになってきているんです。登記というのは皆さん分かりますでしょうかね。つまりですね、この農地の値段がまだ安い時に農地を買う。そして、え時間が経って農地が高くなった時に農地を売る。要するにその農地の買いと売りの差益を懐に入れてお金を儲ける人が出てきているわけです。農業生産を行う目的で農地を購入する場合にはですね、もちろん農地の価格が高くなるということは、これは困ったことなんですけれども、投機にとってはですね、逆にその農地の値段が上がるということ、農地の価格が高くなるということは、逆にこれはいいことであるわけです。まあ、その農地の値段が上がらないとですね、投機でお金を儲けることができないわけですね。そして、こういう農地を材料にした投機の動きに巻き込まれる形でですね、農家が農地を売る事例が出てきているわけです。しばらく待てばですね、農地の価格はもっと上がるかもしれませんけれども、えーその当座の現金に困ったという状況が生じてきた場合にですね、土地を売るという決断をですね、その土地の値段が高くなってくるとしやすくなってくるわけですね。そういう形で農地が売られる結果として、農家が持つ農地の面積が、徐々にですね、小さくなってきているわけであります。で、今はですね、この農民総分解の動き、メコン川デルタを事例にして、皆さんにですね、紹介しましたけれども、こういう農民総分解の動きはですね、実は近年、東南アジアの広い範囲を覆う動きであるということはですね、従来のいくつかの研究を通じて、すでに明らかになってきています。そして、この脳みそ分解がですね、これはだから先ほど言いましたように、労働者が生み出される過程であるというふうに言いましたが、えーその労働者が、その東南アジアの工業化のために必要な、低賃金の労働力になっているわけです。で、なおですね、農民総分解が行われるための前提条件はですね、土地の売り買いだとか、貸し借りがですね、自由に行われるということです。そうですね。土地の売り買い、あるいは貸し借りが自由に行われることができなければ、これは一部の農家さんに農地が集中するということもありませんし、えーその農民がですね、農地を失うということも、制度的にですね、行われないと、制度的にそういうことが可能ではないわけです。ですから、その土地の売り買い、貸し借りが自由に行われなければですね、農民総分解は起こらないわけですね。で、なお、その社会主義国、ベトナムは社会主義国なんですけれども、社会主義国であるベトナムではですね、確かに土地の売り買いだとか、あるいは貸し借りを自由に行うことができないような時期もありました。が、しかし、今から30年ぐらい前ですかね、1990年頃に作られた土地法。
によってですね、土地に関する法律によって、農民は自分の農地に対してですね、私的所有権に匹敵する強い権利を持つようになりました。私的所有権というのは、土地の処分権が、個人に、全面的にですね、与えられるということですから、この私的所有権に匹敵する強い権利を持つことによって、農民がそういう権利を持つことによって、農地の売り買い、貸し借りを行うための市場が発達してきたわけです。はい。で、以上はですね、ベトナムのメコン川デルタの話でしたが、次にですね、場所が変わって、ニジェール川内陸デルタ、西アフリカのニジェール川内陸デルタについて、見てみたいというふうに思います。で、そこではですね、これから説明します、共同体的な土地所有というものがですね、私が調査して歩いた2000年代中頃にはですね、存在していました。調査はですね、マリ国の、モプチ県というところの2つの村でですね、70戸程度の農家さんを対象にして行いました。これはですね、西アフリカの地図なんですけれども、青い線がですね、これニジェール川であるわけです。えで、調査したニジェール川内陸デルタっていうのは、この、青い線であるニジェール川が、それまで北東に向かっていたのが、南東に向かってですね、下り始める。その、ちょうどですね、方向転換するあたりに、あるデルタです。この上の方にサハラ砂漠がありますので、サハラ砂漠の直下ですね。サハラ砂漠の南端にあるのが、ニジェール川内陸デルタです。で、まずですね、共同体的な土地所有があるというふうに言いましたが、その土地制度についてですね、説明したいというふうに思います。この調査地ではですね、その農地は、村民からですね、土地の主とみなされている一村民の所有物と観念されていました。しかし、所有物と私は言いましたけれども、この土地の主といえどもですね、農地に対して、自由な処分権を持っているわけではありません。この土地の主っていうのは、言ってみれば、え農地の管理者というべき存在でした。で、管理者というのは一体何をやっているのかというと、村の農地はですね、えー土地の主から農家に配分されます。で、農家はその配分された農地の、ここに赤字で書いてありますが、用益権を得ます。用益権というのは、つまり、土地を使う権利です。で、この農家、配分された農地を子供に相続することはできますけれども、農地を、売り買いしたりですね、あるいは、農地を担保にして、お金を借りるということはできません。農地の売り買いはできませんし、農地を担保にしてお金を借りるということもできません。で、そして、農地の貸し借りなんですけれども、これもですね、お金の受け渡しを伴わないものは結構、行われていましたが、お金の受け渡しを伴うような貸し借りというものも禁じられていました。まあ、えっと、
こういう売買、それから、質入れ、そして、有償貸借が禁じられているということは、すなわち、農家さんはですね、自分に配分された農地を自由に処分することはできないということです。で、さらに、長期間にわたって農地が耕作されない、例えば5年ぐらいというふうに言われてたと思うんですけれども、農地が耕作に使われないと、農地が農家によって適切に管理されていないというふうに見なされて、農家さんはですね、用益権、つまり農地を使う権利を土地の主に対して、返上しなくてはいけないということになっていました。農家さんは農地に対する処分権を持っていませんが、これは土地の主も実は同じで、土地の主もですね、土地を売り買いするだとかですね、あるいは、担保にするだとかですね、有償で、人に貸し借りするということは、できないわけです。ですから、ここでは、その農地に対する、まあ、所有権に匹敵する処分権を持っている人はいないということになるわけです。で、こういうふうにですね、農地の売り買いだとか、あるいは有償の貸借が禁止されているという状況はですね、この村では、一方的な農地集積というものは行われていないということになるわけです。農地がですね、ある農家さんに集まっていくと。で、その結果として大規模な農家が生まれていくということは、行われないわけです。で、その反対に、農地を失うことにつながるような農地の移動もですね、また行われないということになるわけです。で、こうやってですね、一方的な農地の集積、少数の農家さんへの少数の大規模農家への農地の集積が行われないということはですね、先ほどの話で言うと、農民層が分解しないということです。で、さらにですね、農民層が分解しないということはですね、そうは言っても、農家さん、経済的に困ってきて、土地以外にですね、手放すものがなくなってくると、やっぱりこれはその農地を売らざるを得ないという状況に追い込まれる可能性があるわけですけれども、従って、農民層文化が起こらないということは、農家の経済状態が農家の間でほぼ均質、平等であることによって、初めて可能になることであるわけです。つまり、農民層が分解しないためにはですね、貧しい、農民と、それから豊かな農民とへのですね、社会の分解、社会の階層化が進んでいかないということが必要です。で、どうやってですね、農家の間で、経済状態がほぼ均質であるということが保たれているのかと言いますと、実はですね、共同体の内部には、仮に豊かなものと貧しいものとへのですね、階層化の芽が出てきたとしても、それがですね、割と早いうちに摘み取られてしまう仕組みが実はあるのです。そこで、これからですね、その階層化の芽が摘み取られる仕組みですね。勝ち組と負け組が出てきにくい仕組みがどういうものであるかということを見てみたいというふうに思うんですけれども、
その前にですね、ちょっと調査地についてイメージしてもらうために、やはりですね、何枚か写真をお示ししたいというふうに思います。で、これはですね、何かというと、これは野生の稲です。で、実はですね、ニジェール川内陸デルタは、世界二大稲作発祥地の一つです。もう一つはですね、中国南部ですけれども、中国南部とともにですね、世界二大稲作発祥地の一つです。ただし、稲の種なんですけれども、これはですね、アジアのそのオリザ・サティバではなくて、オリザ・グラベリマです。で、このニジェール川内陸デルタにおける米の栽培の歴史はですね、3000年以上前だというふうにこう言われていますので、日本の稲作に匹敵するようなですね、長い歴史を持った稲作というふうに言えると思います。で、これはですね、在来種の種もみなんですけども、これはですから、野生ではなくて、すでに栽培されているですね、在来種の種もみなんですが、これはだから、もみに乃木がついてるわけですね。非常に、珍しい種もみではないかなというふうに思います。はい。で、これがですね、ま村の円形なんですけど、遠くから村を見たところなんですが、村はですね、ここの、ちょちょっとこう小高い丘状のところに、あるわけです。では、それ以外のところは何なのかというと、これが実はですね、水田になるわけですね。ですから、雨季になると、この水田、川から水がこの水田にこう流れ込んできて、要するにその洪水になるわけですね。で、氾濫水が溢れてきて、で、それが天然の水田になるわけです。洪水がやってくる前にですね、種をまくということなんですね。で、そして、洪水が去った後で、稲を収穫するということが、行われています。ですから、これは乾季のもちろん風景なんですけども、雨季になるとですね、ですから、この村はですね、この水田に浮かぶ、島になるわけですね。はい。これも珍しい光景かなというふうに思います。はい。そしてこれがですね、雨季になるかならないかという時期に、稲の種がまかれて、で、そこから発芽してきた状態ですね。はい。で、こうやってもみすりが行われているということです。はい。で、お米なんですけれども、精米した後でですね、ちょっと見ていただくと分かると思うんです。こうやってわざわざですね、こう砕くわけですね。日本ではこの浅い米っていうのは、米の品質を落とす一つの要因になってるわけですけれども、米が砕かれるということはですね、米の品質を落とす一つの要因になってるわけですが、ここではわざわざこう砕いてですね、砕かれたお米のこう、なんて言うんでしょうかね、こう独特の食感を楽しむという習慣があるようです。ところ変わればですね、食習慣も変わるものなんだなというふうにこう思った次第です。はい。で、これがそのお米を食べている場面なんですけれども、こうやって、洗面器の中にですね、そのお米、炊いたお米を、その入れてですね、そこにスープをかけて、みんなでですね、こうやってこう手を伸ばして、食べるわけです。これでやっぱりこう非常に熱いので、こうやって手で食べるというのはですね、結構大変なんですね。で、私はスプーンをですね、もらって、そのスプーンで食べました。はい。皆さんと一緒にですね。はい。で、私ちょっとこう、炊くというふうに言いましたけども、炊くというのはですね、お米を溶いて水を入れて、
その水をですね、全部米に吸収させるという、そういうプロセスなんですけれども、ここの場合はですね、途中で、加熱している途中で水をざっと投げるというようなことをやっておりますので、これはだから厳密に言うと炊くということとはちょっと違う、えー調理法になっているということです。はい。それでですね、これから紹介するのは、この調査を行った、ニミトンゴ村でですね、稲を収穫した後に、農家がですね、稲のもみを売らないで、販売しないで、現物のまま自分の家で、持ち続けている量をですね、調べたと。その結果です。その家ごとに、そのもみの持っている量は違うんですけれども、それは当然ですね、家族の多い農家さんほどたくさん持っていなければならないでしょうし、少なければ、少ないもみの量で済むということになると思いますので、その家族因数でその持っているもみの量を割ってですね、家族員1人当たりの、もみを持っている量ですね、売らずに持っている量を、農家別にですね、こう調べてみたわけです。その結果を示したのがこの図なんですけれども、何が分かったのかというと、家族員1人当たりで持っているもみの量にですね、農家の間で、非常に大きな格差があるということが分かりました。一番少ない、最低の農家さんは、1人当たり70キロ以下のもみしか持っていませんでした。それに対して、最高の農家は、1人当たり、2.5トン以上も持っていました。ですから、最低と最高の格差はですね、40倍近くもあったわけです。じゃあ、こういうですね、もみを家で持っている量の格差、1人当たりの格差の事実からですね、一体どういうことが言えるのかということなんですが、家族員1人当たりのもみの量にですね、農家間で40倍近い開きがあるということをですね、これは家族の米の消費量に農家間で差があるということだけから説明するのはですね、ちょっとこれはですね、無理です。で、繰り返しになりますが、これはですね、農家さんが売らないで、自分の家で現物のままで持っているもみの量です。ですから、普通と言いますか、私たちの感覚では、余ってるものは売るということになると思うんですけれども、ここの場合は、そういうことはちょっと考えられないということなんです。まあ、もちろんですね、その余ったもみの一部はですね、様々な用途に、使われるわけです。種もみですね。一つは種もみで使われることがあります。で、2つ目はですね、あの、先ほど出てきた土地の主など有力者に対する貢ぎ物として、使われるという場合もあります。ただ、ちょっとここで注目したいのは、非常に重要だと思うのは、実は貧しい人たち、要するにもみをたくさん持っていない人たちへのですね、施しとして使われるもみの量が、非常に多いということなんです。で、こういうですね、言うならば貧しい方たちへの施しについて、さらに説明するとですね、このニジェール川の流域では、農家間で、つまり今の場合、もみを過剰に持っている農家さんから、もみに不足している農家さんへのですね、
もみの移動が、市場を通すことなく、つまり売買によらないで、共同体内部におけるですね、慣行として、行われていました。で、これはですね、えーまあ、記者に、書い赤字にするところなんですが、この記者だとかですね、あるいはその寄付、チャリティーと言われているものです。まあ、その、持てるものから持たらざるものへの施し、記者というものは、私たちが生きている資本主義社会ではですね、これはですね、商品経済の傍らで、細々と行われている慈善活動です。私今細々と行われていると言いましたけれども、こういうふうに言ったからといってですね、決してそういうその善意で行われることを、軽視しているわけではありません。皆さんもですね、ご存知のように、大地震などですね、自然災害が起こった時には、その慈善活動、寄付というものは、大変にですね、重要な役割を現実に果たしています。がしかし、資本主義社会、私たちが生きている資本主義社会ではですね、経済活動の基本線は、やはりですね、これは物の売り買いであります。これは慈善活動は経済活動の基本線ではありません。がしかし、共同体がですね、社会の基本単位である社会ではですね、反対なんですね。つまり、物の売りと買いはむしろ、副次的な活動で、活動のメインはですね、これはもちろん自給自足なんですけれども、この自給自足のアンバランス、今見たような、そのたくさんもみを持っている方がいらっしゃる一方で、もみに不足している方がいらっしゃるという、こういうアンバランスを調整しているのはですね、実は、慈善活動の記者ということであります。つまり、その共同体の社会ではですね、記者は、農家間での経済的なアンバランスを調整する上で必要なですね、非常に重要な、経済活動になっているということなんです。で、こういうふうにですね、持てるものから、持たざるものへの、富の移転がですね、一方的な流れとして行われていると、どうでしょうか、共同体の中で貧富の格差がですね、どんどん拡大していくというようなことはですね、これはもう原理的にですね、排除されているわけです。で、従って、農地がですね、少数の方の手に、集中する一方で、反対にですね、その農地を失う人が出てくる。そういうこともですね、実はありません。別の言い方をすると、共同体が強固に残っている社会ではですね、労働者が形成されにくいということです。これはなぜかというと、実は、労働者というのはですね、農民が、土地を失った結果として生まれてくる方々だからなんです。そしてこれがですね、この事情が、ニジェール川内陸デルタで、資本主義的な企業がですね、これまで、あんまり、発展してこなかった、一つの理由になっているわけです。つまり、ニジェール側内陸デルタの農民はですね、
共同体で守られているので、資本主義的な企業が雇い入れるべき労働者はですね、なかなか形成されないわけであります。はい。で、私の講義ではですね、メコン川デルタと、それからニジェール川内陸デルタを例として取り上げながらお話ししましたけれども、こういったですね、例からですね、その東南アジアとサブサハラアフリカの経済発展の違い、これが最初の問題だったわけですけれども、こういう問題に対して、一体、どういうヒントが与えられるでしょうか。聡明な皆さんはすでにお気づきのことかというふうに思いますが、こうした例からですね、示唆されるのは、最近までのサブサハラアフリカと東南アジアの状況の違いを説明する要因として、労働者の形成に注目する必要があるということです。そして、この2つの地域の労働者の形成の違いを説明するものはですね、東南アジアでは農民総分解が進んでいるのに、サブサハラアフリカでは農民総分解が進んでこなかったということです。サブサハラアフリカでは最近まで共同体が農民を守ってきたわけです。ところがです、共同体に守られてきたサブサハラアフリカの農民なんですけれども、21世紀に入ってから、外国の資本による急速な土地取得、農民の土地喪失が進行しているという報告があります。その農民が土地から切り離されることを、経済の歴史の分野では本源的蓄積、あるいは現築という言葉で表現することもありますけれども、商品経済がアフリカにも入ってきたということもあって、その現築がですね、サブサハラアフリカでも進んできているようです。そして、こういうことはですね、当然ながら、社会の不安定化を招くわけです。それまでですね、共同体に守られていた土地と結びついてきた農民がですね、土地を失うわけです。で、こういう不安定な社会になってくると、このことはですね、逆に、かつての安定していた社会だとか、あるいはその社会を支えていったイデオロギー、宗教、習慣に対するですね、ノスタルジー、郷愁を呼び起こすわけです。はい。ということで、その途上国における経済開発はですね、それまで存在していた安定した社会を壊すということをですね、必要不可欠な通過点としているためにですね、社会の不安定化の代償をもたらす可能性があるという点を最後に申し上げて、私の講義の終わりとさせていただきたいというふうに思います。